ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。かつて日本をはじめ世界各国の都市で張り巡らされ、主に都市圏の交通手段として活躍した路面電車。その路面電車はモータリゼーションの進行で自家用車の普及と合わせて交通渋滞が悪化したことで世界的に廃線が相次ぎ衰退していきました。しかしその衰退したはずの路面電車ですが、近年再度その価値が見直されています。結果として路面電車の復権が世界中で相次いでおり、まさに路面電車が息を巻き返している状況にあるのです。路面電車復権の波はヨーロッパ各国を中心に波及し、現在その波は日本でも訪れていると言えます。2023年には栃木県宇都宮地域にてライトラインが開業し、この影響で宇都宮の街が活性化されている現状もあり、近年路面電車に関心を持つ人も多いのではと思います。ところで、どうして近年路面電車が復権をしているのでしょうか。そこで今回は路面電車が復活を遂げている理由について、日本だけでなく世界の動向も交えていきながら解説・考察をしてみましょう。それでは本編へどうぞ。路面電車誕生の背景。本題となる路面電車が復活した理由を説明する前に、まずはなぜ路面電車が衰退したのかを説明しますが、その前に路面電車の誕生の背景を見ていきましょう。日本をはじめとして世界各国の都市部には、かつて数多くの路面電車が張り巡らされており、日々たくさんの利用者に愛されておりました。そんな路面電車はもともと都市部を走っていた、馬が線路の上を走る客車を引く馬車鉄道をルーツとします。この馬車鉄道は19世紀にイギリスで誕生したもので、乗り合い馬車を運営する事業者が道路にレールを敷き、馬車の乗り心地を改善する目的で生まれたものです。世界初の公共目的の馬車鉄道は1803年、イングランド南東のロンドンに近いサリーにて運行されたサリーアイロンレイルウェイによって生み出されました。通常の馬車と比較すると乗り心地が良いだけでなく、鉄の車輪の上を鉄のレールが走行するという比較的摩擦係数が少なく、小さな力で動かせる鉄道の特性もあり、馬一頭に対してより多くの重量物を運ぶことが可能な特性を利用し、通常の馬車よりも輸送力が大きくなることも特徴の一つでした。日本でも1880年に設立された東京馬車鉄道など、馬車鉄道を運営していた事業者は過去に存在しており、都営新宿線や京王線などごく一部の路線で見られる 1372mm 機関が馬車機関と日本で呼ばれる理由も、この東京馬車鉄道で主に採用されたことに由来します。しかし馬車鉄道が広まっていくと、その弊害として馬の糞尿などによる悪臭をはじめとした様々な問題が馬車鉄道を運行している沿線で発生するようになります。そこでこの動力を馬以外にする動きが行われるようになり、またほぼ同じ時期にイギリスで産業革命も起こり始めました。蒸気機関も馬の動力の代わりとして模索されたようですが、結果として電気動力が馬の代わりに最も普及したというのが今日の路面電車の始まりということになります。この電気で動く今の路面電車が広く普及したきっかけは、1879年にベルリン工業博覧会でデモ走行が行われたことです。このデモ走行はドイツの大手充電メーカーとして世界で知られ、日本でも補聴器やかつて京急などで聞けたドレミファインバータなどで有名なシーメンスの手によるものでした。シーメンスはこのデモ走行を皮切りとして、2年後の1881年にベルリン郊外のリヒターフェルデで試験走行を実施し、同地では1883年より定期運行が始まっております。これを機にヨーロッパやアメリカなどで普及し始め、日本でも1895年に京都で初めての路面電車が運行を開始し、以降各都市で路面電車が普及していくこととなりました。日本の路面電車が衰退した背景。一時期は市民権を得るまでに発達した路面電車ですが、第二次世界大戦を経て1960年代に入ると、早くも日本では衰退の方向へと向かっていくこととなってしまいます。どうして路面電車は衰退したのでしょうか。
その背景としてモータリゼーションの進行があります。この頃から自家用車が急速に普及し始めて、それに伴って道路には多くの自動車が流入し、交通渋滞が悪化することとなってしまいました。それに伴って都市部でも新たな道路が作られるだけでなく、既存の道路も通行量増加に対応する拡幅工事や、高架上などに設けられる高速道路の建設が盛んになりました。一方、道交法でレールによって運転する車と定められており、多くが道路との併用軌道を走行する路面電車も当然ながら自動車の信号などに沿って運転されており、交通渋滞が悪化すると路面電車の運行に影響も出始め、定時性が悪化することにもつながってしまうだけでなく、道路交通においても邪魔者となりつつあったのです。そういった状況の中で路面電車が通行する線路を道路の特に車道を拡幅するための用地などへ転用することで交通渋滞を緩和させる動きが活発化すると同時に、路面電車よりも高速かつ大量に輸送することが可能で、なおかつ路面電車の代替にもなり得る存在となる地下鉄の建設もこの頃から活発化していくことになります。その地下鉄の建設や道路の整備が進んでいくと同時に、路面電車の多くは需要の高い箇所は主に地下鉄で、その他は道路上を走る路線バスで主に代替されたのです。ここで一例として、かつて多摩電として親しまれていた東急多摩川線の事例を紹介します。東急多摩川線は渋谷、二子玉川間を走っていた路面電車で、もともとは二子玉川付近で採取した砂利を東京都心へ輸送することを目的とした路線でした。その後多摩川の砂利採取が禁止されるなどの動きや、沿線が住宅地などとして開発されてきたこともあり、旅客輸送が主流の路線となった動きがあるのです。しかし通行していた多摩川通り上に首都高を建設することや、地下に地下鉄規格の東急新多摩川線を建設することなどから、東急多摩川線は1969年に廃止されることとなったのです。そして廃止された東急多摩川線の役割については、当初は路線バスが一挙になって引き受けることとなり、後の1977年に跡地の地下を主に通る東急新多摩川線、後の田園都市線渋谷、二子玉川間が開業すると、長距離輸送を中心とした需要は大量輸送を行える新多摩川線が、短距離輸送を中心とした需要は比較的細かい需要に応えられる路線バスが主にその役割を担うこととなったのです。一部の地方都市や専用軌道を多数抱える路線を中心に、引き続き路面電車が走っている都市も20例ほど存在はしますが、このように日本の多くの都市で路面電車は廃止され、その役割は主に地下鉄や路線バスで賄われていったのでした。近年、なぜ路面電車が見直されている？そんな路面電車ですが、近年世界中で見直しの動きがあります。例えばフランスでは1960年代頃までに3つの都市を残して全ての路面電車が廃止されてしまいましたが、1960年に路面電車が廃止された北西にあるストラスブールにて、1994年に新たな路面電車が開業しているなど、近年は各都市で路面電車の復権が目立っております。フランスではパリにも2006年に路面電車が復活し、ヨーロッパ各国で路面電車が近年再導入されていき、車社会のアメリカでも路面電車が復権を遂げています。とはいえ近年の路面電車は昔の路面電車とは異なり、ライトレールや LRT という名称がよく使われるものとなっています。この概念は現在のアメリカ連邦公共交通局によると、大部分を専用軌道として部分的に道路上を1両ないし数両編成の列車が電気運転によって走行する、誰でも容易に利用できる都市の交通システムということになっており、既存の鉄道路線や地下鉄のような建設費を避け、輸送力は従来の路面電車や路線バスよりは大きいものの、従来からある地下鉄などの鉄道網よりは小さいものとされており、また軌道も従来からの路面電車のように道路との併用軌道は割合として比較的最小限に抑えられ、専用軌道を基本とする構成とされています。ただしアメリカのように厳密な規定がある地域は少なく、日本では低床車両を用いた路面電車のことを
LRT と総称することが多いのが現実となっています。ではなぜ路面電車が近年復権しつつあるのかについてですが、バスと比べると定時性が比較的高いことと、自動車から発生される排ガスによる大気汚染を抑制することがあります。特に環境問題への意識の高まりが大きな要因で、電気を動力とする路面電車はそこから直接排出される排ガスがなく、またグリーン電力を使うことで排ガスは実質ゼロにできるため、環境に優しい交通手段として再評価されていることがあります。加えて次世代の低床かつ難所帯もつなげた路面電車は、それまでの何段かステップがある高床の路面電車はもちろん、バスや地下鉄などの既存の鉄道よりも乗り降りがしやすく、さらに輸送力もそれなりの量が確保できるため、人にも環境にも優しい移動手段となるだけでなく、それなりの量の人を運べるという性格も持ち合わせているのです。かつて問題になった定時性という事柄についても、専用軌道を比較的高い割合で確保することによって、ある程度高いところまで確保することが可能な上に、都市交通再編の一環として都市部への自家用車乗り入れを禁止し、都市内は路面電車などの公共交通機関を使ってもらうことによって、環境汚染を抑えることが可能になり、さらに自動車を運行区域から締め出すことによって渋滞に巻き込まれることによる遅延リスクを軽減できます。このほか景観とうまく調和しながら運行しやすい点、地下鉄のように大規模な投資をしなくても都市の魅力向上や新たな移動需要を掘り起こせるなども理由としてあるでしょう。日本の近年の路面電車の復活動向。世界の流れとして路面電車が復活傾向にあると同時に、日本でも路面電車が復活傾向にあります。ただ多くの国ではほとんどなくなったのに対して、日本では地方都市を中心に17都市で引き続き路面電車が走り続け、大量に路面電車が廃止されてしまった大都市でも、都電荒川線、東急世田谷線、阪堺電車など、ごく一部の路面電車が当時から今でも走り続けています。これらの路線は路面電車が市内交通として発達し、路面電車を市内輸送の基軸として捉えてきたことや、地質的、旅客流動的な問題で路線バスや地下鉄への代替が困難だったこと、路面電車が民間事業者の手によって運営されており、その事業者との調整の難航などが背景にあることが多いと考えることができるのではないかと思います。この代表例としては広島の例があると思われ、広島の路面電車は民間事業者の広島電鉄が運営しています。広電の路面電車も広島市内における運行状況が悪化し、当時は年に 10% 程度という割合で旅客が減り続けたようで、赤字額も膨れ上がってしまっていました。その中でも広電は徹底した経費削減を行うなどし、さらに行政との粘り強い交渉によって路面電車の運行を安定させる施策を官民一体で次々と実施し続けていた結果として、広電の売り上げも回復基調になったことに加えて、難工事が予想された地下鉄の建設が事実上頓挫したこともあり、現在もアストラムラインや JR 在来線各線などとともに、広電の路面電車は市内交通の基軸を担っているのです。また専用軌道を多く有することから廃止する意義が少なく、沿線住民からの要望もあって残された路面電車もあり、日本最大となる約 213km の路線網を有しながらも、1972年までに軒並み他の路線が廃止されていく中において存続した都電荒川線はその代表的な一例というべき存在です。都市単位での路面電車の新設は1948年に高岡市で開業した現在の万葉線以降しばらく日本での実例はなかったのですが、ヨーロッパ諸国をはじめとした近年の動きと合わせて、日本でも1997年に岡山で路面電車サミットが開催されるなど、LRT として路面電車の復活を模索する動きが始まります。近年は普通鉄道路線だった富山港線や福鉄電車の路面電車化、宇都宮のライトライン新設などをはじめとして、日本でも路面電車の復権を象徴する出来事が相次ぎ、まさに今は路面電車が巻き返している状況なのです。近年は他の鉄軌道系交通手段と比べると安価に整備が可能で、かつ一度にそれなりの人数を運ぶことも可能であり、
なおかつ日本の少子高齢化による生産年齢人口の減少や働き方改革による2024年問題などの影響もあり、日本でも路面電車の価値がより見直されつつあります。富山における路面電車復権の事例。ここからは富山と宇都宮の2例を例題とする形で、路面電車復権の象徴の出来事を簡単に説明します。富山駅から伸びている富山港線は、もともと1924年に富岩鉄道という会社の手によって誕生し、1941年に富山地鉄の富岩線となった経緯のある路線です。ただし第二次世界大戦の勃発による戦時買収政策により、1943年に富岩線は鉄道省に買収され商船のものとなり、後に組織の変更で運輸通信省、運輸省、国鉄と所管が変わり、最終的に1987年に国鉄が爆発したことによって、以降は JR 西日本が所管、運営をしていた路線となります。しかし新幹線の開業に伴う富山駅の高架化に際して、乗客の減少が著しかった富山港線の高架化に関する費用対効果が薄く、JR 西日本は一時期路線の廃止を検討していました。ところが富山港線の沿線は市街地化が進んでおり、バス転換をするには弊害も大きかったという問題がありました。そこで富山港線は富山市を中心とする第三セクターが引き継ぎ、富山駅周辺のルートを変更の上で併用軌道化し、引き続き富山港線の線路設備を使用する区間についても、路面電車に対応した低床ホームを新たに作るなどし、LRT の路線としての変更が進められた上で、新しい駅の設置や列車増発などの施策を実施した上で、終電も21時台から23時台へと大幅に繰り下げられ、車両も低床の路面電車ホームに対応した上で、床面の高さも低く乗り降りがしやすい2車体連接電車である TLR0600 型フォートラムが当初7編成用意されました。こうして JR 西日本の普通鉄道路線だった富山港線は、LRT の富山ライトレール富山港線として再出発を果たしたのです。この施策によって富山港線の利用者は爆増。開業当初は1日あたりの利用者を3400人と試算していたのですが、開業初日はその3倍弱という数値である12,750人が利用。その後も好調な利用者数を堅実的に叩き出しており、開業2年度目となる2007年度にも1日あたり4480人の利用があり、LRT 化による各種施策の成果が如実に現れています。またすでに地鉄が走らせている市内電車との直結も進められ、2020年3月に直結が実施されてますます利便性が向上しています。なお富山港線と市内電車の直結事業に際して、その前段階として2020年2月に富山ライトレールは地鉄と合併。結果として富山港線も地鉄の路線となったのですが、これは戦時に買収された私鉄が元の運営事業者へ戻った、ただ一つの例ともなっていることが特筆されます。宇都宮における路面電車復権の事例。先ほど富山における路面電車復権の事例を紹介しましたが、やはり日本での路面電車復権の象徴としては、栃木県の宇都宮における事例の方がインパクトは大きいでしょう。宇都宮にはそれまで過去にも現在にも、路面電車という交通機関がなかったからです。宇都宮の路面電車は主にライトラインと呼ばれ、宇都宮市が主に出資する第三セクターの宇都宮ライトレールが運営する宇都宮芳賀ライトレール線が正式名称となります。1980年代後半より国鉄宇都宮運転所の余剰地などを活用し、JR 宇都宮駅東口の区画整理と再開発が進行したことによって、宇都宮市内を東西に貫く新たな交通システムの模索が始まり、JR 宇都宮駅を挟んだ東西方向の交通手段を作る検討が始まったことがライトラインの計画の元となる構想です。当初はモノレールなどの新交通システムが模索され、広島でかつて走っていたスカイレールのシステムや JR 中央線猿橋駅近くの山に建設された新興住宅地である山梨県大月市のパストラルビュー桂台にあった
シャトル桂台のシステムなどを用いることを検討していたようです。しかしいずれも建設費用が高額になることが問題視され、もう少し安い経費でかつ簡便な公共交通機関を模索し、結果としてフランスストラトブールのトラムを手本に次世代型路面電車である LRT 方式を活用することになった経緯があります。このライトラインは宇都宮市が進めているネットワーク型コンパクトシティ構造によるまちづくりの一環として市内の東西を縦貫する交通機関の基軸として整備されており、当初は東側の宇都宮駅東口羽賀高根沢工業団地間の 14.6km を優先整備区間として先行して整備が進められ、その区間は2023年8月26日に満を持して開業しました。後に繁華街となる西側の方へも延伸が進められ、2030年代前半の開業を目指して今後進められる予定です。宇都宮に整備されたライトラインについても低床タイプの乗り降りがしやすい電車が導入されており、さらに使用する電力は主にゴミ処理場のクリーンパーク茂原にてゴミを焼却する際に発生した熱エネルギーを利用して発電されたバイオマス電力を主に用いており、基本的にはそれを含めて宇都宮市内で発電された再生可能エネルギーを実質 100% 利用する形とされ、電気の地産地消かつ CO2 排出量を実質ゼロとしています。そのためライトラインは人に優しいだけでなく地球にも優しい公共交通手段となっているのです。利用実績についても開業ブームを乗り越え、利用者が定着してきた2024年も右肩上がりで増加し続けており、開業からずっと予想以上の実績を出している状況です。各駅停車のほか、2024年4月からは一部停留場を通過する快速列車の運行も1日2本にてスタートしているのですが、こちらも定員を上回る平均乗車数で好調となっています。これだけ好調ながら改善の余地も多数見受けられ、今後はさらなる発展が期待できる路線となっています。日本における路面電車復権に立ちはだかる課題。ここまでの流れで世界中の流れに沿うような形で、日本でも路面電車が復権しつつあることが分かったと思います。ですが日本における路面電車復権については、主に2つの視点から課題点があるように感じることも事実です。ここからは、それについて見ていきましょう。1つ目は軌道法の法律が古いせいで、現在の要求に応えられていないことです。日本の路面電車は基本的に軌道法という法律にのっとって、路線の認可や運行などが行われることになっているのですが、この軌道法の中にある軌道運転規則が古すぎて、現在求められる状況に対して合っていないことがあります。例えば最高速度は軌道運転規則第53条にのっとり40キロ以下、平均速度も30キロ以下とすることが定められています。もちろん道路交通法による自動車としての速度制限もありますが、こちらの方は60キロ程度とされる道路が多く、路面電車の方が比較的ゆっくり走行するケースが多いのです。また車両の長さについても軌道運転規則第45条にのっとり、1列車あたり最大30メートルまでと制限されてしまいます。近年は複数の車体をつないで編成の長さを長くして、1編成で最大で55メートル近くまで長くするケースも多く、路面電車と言いつつ普通の鉄道にも引けを取らないような大きな輸送力を確保している事例も世界で多数見受けられ、特にヨーロッパでは長い路面電車を多数見かけます。しかし日本の場合は軌道法によって制限を受け、原則として30メートル以上の長い電車が導入できません。従来から残っている多くの路面電車はこれでも良いのですが、今後さらに路面電車を普及させようとなると、この軌道法の軌道運転規則が引っかかってしまうでしょう。例えば先ほども紹介した宇都宮のライトラインでは、現状全区間で最高速度が40キロまでとなっているのですが、将来的には例外規定の特認を受けるなどする形で、併用軌道区間では最高速度を50キロまで引き上げ、専用軌道区間ではこれを70キロまで引き上げる計画です。また車両の長さ制限についても今後影響が出てくる可能性があり、実際に30メートルを少しはみ出してしまう広電路線型など、
例外取扱許可を受けて運行されるものもあります。そしてこれらの法律は1954年を最後に改正されておらず、法律が現代に即していない事情があることを伺うことができます。これについては昨今不安方面で話題となっている自動車メーカー各社における型式不正問題にも同じことが言え、その他の分野でも同様の事例はいくつかございます。なので法律が古いままで追いついていない事例は多く、路面電車に限らず日本全体の課題とも言えそうです。また今後日本で路面電車が発展していくにおいて、日本国内における基幹技術が育っていないことももう一つの問題点と言えるのではないでしょうか。まず現在日本で走っている低床路面電車ですが、大きく分けて4種類に分類できます。ドイツから技術や車両を輸入したものが2つあり、1つは広電母線型で採用されたシーメンスのコンビーノで、もう1つは熊本から各地に広がったMANが開発し、その後アドトランツ、ボンバルディアへと引き継がれていき、日本では新潟トランシスが納入するいわゆるブレーメン型です。この他の2つは日本で開発された純国産のもので、1つは阪急阪神ホールディングス傘下の車両メーカー、アルナ車両が手掛けるリトルダンサーシリーズであり、もう1つは三菱重工、近畿車両、東洋電機製造の3社が U3 という企業連合体を組んで開発、製造し、広電が採用を続けている J トラムシリーズです。この中で一番採用例が多いのはアルナ車両のリトルダンサーで、超低床路面電車でよくある独立車輪型台車を採用せず、従来からある車軸付きの車輪を用いていることが特徴で、従来からの路面電車の延長線上な立ち位置にて、日本製の部品を 100% 使用する上で構造が単純となっていることから、整備などがしやすくなっていることが特徴です。しかし高速走行には不向きとなっている点、現状では22メートルを超える編成長の実績がないことなど、実は弱点もいくつか抱えているのも現実となっており、高速走行に関しては近年解決傾向にあるとみられ、編成長についても車体を増やすことで解決可能なのではという弱点の解消に向けた動きや憶測もできるにはできますが、急勾配に対して弱いという致命的な弱点も抱えており、こういった弱点から従来型路面電車には最適でも LRT のような新しい路面電車には不向きと言わざるを得ません。また J トラムについては国産でありながら上記で述べたリトルダンサーシリーズのデメリットはほぼなく、高速走行も長い車体も必要な広電が積極的に採用しているのですが、おそらく導入費用がかなり高コストなのではということや、現状日本で広く普及している 1067mm 機関への対応が不透明で、広電以外の導入事例がないことが現実となっています。一方で日本ではリトルダンサーシリーズと人気を二分しているボンバルディアの技術、部品をもとに日本では新潟トランシスが納入する、いわゆるブレーメン型と呼ばれるタイプの路面電車は、許容最高速度が標準で70キロと比較的高く、さらに勾配についても比較的急なものへ対応できます。しかしその走行に関する主要部品はほとんどが輸入品であり、近年は一部主要部品について国産化の動きこそ見られますが、これがデメリットとなってしまうことになります。広電母線型で採用されたコンビーノもですが、輸入品となると部品の入手難易度が高くなってしまい、加えて日本と海外では使用環境が違う問題もあり、結果整備について問題が発生してしまうのです。この結果これらの路面電車では整備に関する問題が出ており、例えば福井鉄道では超低床車である F 線型をブレーメン型の技術を用いて4編成導入したのですが、このうち第2編成のパンタグラフが故障した際、予備品がなかったために長期休車中だった第4編成から取り、第4編成は部品が入手できるまで長期休車を余儀なくされました。この編成はドア故障を起こした影響によって2022年1月12日より長期運休を余儀なくされており、さらにパンタグラフまで第2編成に取られてしまったことで、ドイツから部品が届く2023年8月まで運休を余儀なくされ、2023年8月31日よりやっと運転を再開した経歴があります。この他にも入手が困難な海外製部品の部品取りを目的として、
こういった輸入部品を多用する低床路面電車について、事実上もう使わない使用休止状態とすることもあり、広電母線型では特にそれが顕著に目立っているほか、近年ではブレーメン型の機構を採用する元富山ライトレール TLR0600 型、現在の富山地鉄0600型第一編成でも見られます。なので今後の日本における路面電車復権においては、日本の技術で新しい路面電車市場を開拓する必要もあるのではと思い、日本だけでは路面電車市場は比較的小規模である以上、そこには世界まで見据える必要があるのではと思う次第で、官民一体となった施策が必要になるのではないでしょうか。いかがだったでしょうか。今回の動画をご覧いただいたことによって、日本を含めて世界中で縮小が続いていた路面電車がなぜ近年巻き返しをしつつあるのか、その理由などについて、バスと比べると定時性が比較的高いことと、自動車から発生される排ガスによる大気汚染を抑制することに関連した大気汚染防止に役立ち、それが再評価の起因となっていること、技術革新によって低床化が進み、そしてバスよりも輸送力を大きくすることが容易であり、そういった事柄も路面電車の復権につながっていること。ただし LRT などと呼ばれる次世代型路面電車という形に変えており、再評価といっても進化していること。過去に路面電車が衰退していった理由は、モータリゼーションの進行と交通渋滞の悪化が背景にあったこと。日本では1997年に岡山で開催された路面電車サミット以降、路面電車の再評価が進んでいること。日本における路面電車の再評価を象徴できる出来事として、富山と宇都宮の事例についての事柄。課題としては需要の問題などによる技術的なものと、旧態依然とした法律的なものが挙げられるのではないかということなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは、鉄道など交通に関する様々な疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。